世界のジャパンチャンネルへようこそ。2023年、日本は世界遺産登録数のランキングで11位と上位にいますが、世界遺産の登録をするにあたって韓国から抗議をされた場所があります。今回は日本の世界遺産登録へ抗議した末路に関する話題をご紹介します。記念物や建造物群、文化的背景などを指す世界文化遺産。これに登録されているので有名なのはアメリカの自由の女神やインドのタージマハルなどですが、日本でも原爆ドームや厳島神社、そして姫路城などが登録されています。そんな世界文化遺産に2015年に登録された日本の明治日本の産業革命遺産に対して、当時韓国から猛反発があったことが話題になっていました。明治日本の産業革命遺産とは、幕末から明治中期の産業遺産群のことで、福岡、佐賀、長崎、熊本、鹿児島、山口、岩手、静岡で明治後期までに産業国家形成に至った際の重工業の重要拠点のことです。この明治日本の産業革命遺産に対して韓国は、日本が統治していた当時、韓国から連れてこられた人たちが強制的に労働させられた施設が含まれていると主張。これに対し日本は、そのような人たちがいたことを認め、当時の状況を理解できるように真摯に対応すると説明していました。そしてその約束通り、2020年6月から東京都新宿区に産業遺産情報センターを設置し、明治日本の産業革命遺産を説明する資料を一般公開したのです。しかし韓国は日本の行動には触れず、世界文化遺産の保護活動をしているユネスコ宛てに日本の世界遺産登録を解除するように書簡を送り、猛抗議。また当時、韓国の担当者は、過ちを隠蔽し認めないことは勇気と自信がないという告白と同じだ。日本政府は今からでも歴史の隠蔽と歪曲を謝罪し、国際社会の正直な一員になるべき。と SNS で発表し、大きな騒ぎに。そのおかげかユネスコから返答がありましたので、そちらをご紹介します。韓国政府は日本が世界遺産委員会の決定を遵守してきたかどうかということについて確認してほしいと要求してきました。しかし世界文化遺産登録の解除の権限はユネスコ事務局にはなく、世界遺産委員会にあります。また約束不履行が登録抹消の基準には含まれていない。世界文化遺産登録解除の基準は、それが値する価値がないと判断されたとき、過去に世界遺産の登録がされて取り消しとなったのは2カ所だけ。そのため、価値について見極めることは非常に重要なことなのです。と回答。また、登録の取り消しには、世界遺産委員会での議題に挙げられ、3分の2以上の賛成票が必要となりますが、そもそも韓国はユネスコ世界遺産委員会には入っていません。この韓国の一連の行動に対して、日本政府は冷静に対処する方針を掲げており、登録抹消の可能性はほぼないと見ているようです。明治日本の産業革命遺産は、海外の技術を得た日本が伝統文化を融合させて、50年という短期間で急速に発展したことを表す文化遺産なので、登録解除となる可能性は非常に低いでしょう。それからも韓国は登録解除の訴えを続けていましたが、2020年1月、なんとユネスコから虚偽と捏造があったとして要注意国指定を受けることに。要注意国指定を受けるということは、ユネスコ側も今後は警戒を強めていくという意味なので、日本に関する要求などに耳を傾けてもらえなくなるどころか、国として大失態を晒す結果になったのです。このニュースに海外の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。世界機関を困惑させるなんてありえない。なんて恥ずかしい国なの？
きっと韓国は恥ずかしいなんてみじんも思っちゃいないよ。むしろ正しいことを言っているのに、なんで誰も味方になってくれないのかって憤慨してそうだ。そういうところが味方したくないって誰か教えてあげなきゃ。自分たちで気づけないほど視野が狭いんだから。韓国のことわざで、泣く子は餅を一つ余計にもらえるって知ってる？相手からの好意は失うが利益は得られるみたいな意味だけど、騒ぐだけ騒いで好意も利益も得られないって残念すぎて、いっそ哀れにすら感じるね。いやいや、自業自得ですよ。これだけバカなことやっても見捨てない世界はなんてお優しいんでしょうね。確かに孤独を感じたら少しは反省するんじゃないか？韓国だから反省しないで世界に宣戦布告してくる姿が目に浮かぶな。なんで韓国がこんな風に言われなきゃいけないの？日本が昔韓国にひどいことをしたのに反省しないのがいけないんでしょ？その話は終わったとか絶対に言っちゃいけないわ。日本がいくら賠償金を払ったか知っていますか？日本人は真摯に向き合うと言っているのに、それをめちゃくちゃにしているのは韓国の方です。韓国人は一度政府を疑って世界的に正しい情報かどうか見極めなくてはいけませんね。俺の隣人もあることないことでギャーギャー騒ぐんだよな。韓国に限った話じゃないけどさ、頭おかしい人には関わらないに限る。それはお気の毒様ね。本人たちは自分のルールでも持っていてそんなことするのかしら。彼らのルールは簡単さ。自分が一番得をする。これに限るね。韓国の窃盗団が海外の作品を自分が作ったって言い張っていた事件があったよね。文化を尊重するって概念は学校で習わないのかな？まあ、韓国の歴史って弱者って感じもあるし、強くありたいなら捏造しちゃうかも。小国だから昔は仕方ないと思うんだけどね。今から頑張って大国に並ぼうとは思わないのかしら。その努力をしたくないがために周りの真似をしてるんだろ？韓国も立派にやってますよって。子供が大人ぶっているようにしか見えないけどな。韓国って約束守らないことで有名よね。日本には守れって都合良すぎるのよ。それが韓国のお箱なんでしょ？都合のいいことしか見えないように特殊なサングラスでもかけているんだわ。日本の文書と韓国の言い分、どっちが正しいかなんて一目瞭然なのに、なんで日本は全部をはっきりさせたがらないんだ？日本にも歴史的に多少薄暗い部分もあるんじゃない？認めている部分も多いし、賠償も済んでいるけど、まだ責任を感じているとか？そんな甘いこと言っているから韓国をつけ上がらせるんだろ？ドイツだって敗戦国だったが、その影響を感じることがあるか？日本はいい子ちゃんすぎるんだよ。ユネスコも大変だっただろうな。韓国の文書が届いても自分の管轄外だろ？いっそ突っ返せばよかったのに。国際機関だから韓国だけをないがしろにはできなかったのよ。職員の人たちには国際機関としての矜持を感じられるわね。それで韓国に警告せざるを得なくなるまでつけ上がらせたんだから、あまり効果がなかったのでは？そこは韓国が察するだけの繊細さを持ち合わせてなかったってことでしょう。ご愁傷様って感じね。以上が海外の人々の反応でした。批判的な意見が多いものの、日本ももっと抗うべきだといった内容も見られましたね。では、日本の人々は韓国の徹底的な抗議行動をどのように感じたのでしょうか。一緒に見てみましょ日本の反応。日本の外務省が静観するから韓国が調子に乗るんだろ？約束守ってるんだから正式に抗議文でも出せばいいのに。そんなことしたらいつ襲われるか。韓国なんて癇癪を起こす子供と同じだもの。遠目から見てるのが一番だわ。韓国は日本にたかりに来てるんやろ？
イチャモンすぎて頭痛いわ。それな、自国の経済回んないからって日本に頼られてもね。いっそ植民地として支配された方が韓国人も幸せなんじゃないか。教育も文化も日本の劣化版じゃなく正規品が回るようになるからな。日本がぶつかっていた韓国の正体に世界が気づき始めた瞬間、もっと前から世界も知ってただろう。ずっとこんなんじゃ日本政府もいつ切れるか分かったもんじゃないな。いっそ攻撃された方が仕返せるとか考えてそう。こっちから手出せないから逆に出させるとか、日本政府のブラックさがにじみ出る作戦ね。韓国には政官よりもそっちの方が手っ取り早い気がするわ。バカにつける薬はないって誰か教えてあげなよ。韓国が世界から見捨てられるのも時間の問題。これだけ韓国に嫌がらせされても日本人って K-POP 好きだよね。そこが政治と文化をしっかり区別できる日本人の美徳。多くの日本人が韓国の政治的意図を感じていない、考えていないだけでしょ。正直韓国を脅威に思ったことはないけど、ただひたすらに煩わしいだけ。日本人まで敵対意識持ったら本格的に韓国と戦争になるしな。我が国ながらのんびりした国民性でよかったよ。韓国人がただのクレーマーにしか見えない。コンビニに週3でクレームに来る外国人がいたな。片言の日本語で怒鳴ってたが、さては韓国人？クレーマー気質は韓国か中国っぽいよね。中国人も早口でいろいろ言うから意味わからないけど、正直害にしかならないのは一緒かもしれない。以上が日本人の反応でした。韓国に対して諦めている声や、日本政府に対応の方針転換を求めている声が見られましたね。この世界文化遺産登録問題は沈静化されたように思いましたが、2023年、新たに佐渡の金山の件で再び韓国から抗議文が出されたのです。佐渡島の金山は新潟県佐渡市にある鉱山で、17世紀には量・質の両面において世界最大級、最高品質を誇っていました。そして現在、金の生産技術に関わる採掘、選鉱、精錬の遺跡、生産体制に関わる奉行所跡や鉱山集落跡などが良好な状態で残るのは世界的に見ても佐渡の金山だけ。2023年1月、日本は世界文化遺産登録に向けユネスコへ推薦書を提出。すると、韓国外交省報道官が強い遺憾の意を表明し、このような試みを中断することを厳重に求めると発表しました。この佐渡の金山について韓国政府は、強制労働が行われた場所という十分な説明がないまま世界遺産に登録されないように、ユネスコなど国際社会とともに断固として対応するとして登録を阻止する構えを明らかにしています。韓国は佐渡鉱山に動員された朝鮮半島出身者が最大で約1200人いたと主張。これに対して日本政府は登録の際に、意思に反して連れてこられ、厳しい環境の下で働かされた多くの朝鮮半島出身者らがいたことなどを理解できるような措置を講じると明言しました。それに対して韓国政府は、日本は自ら約束した皇族措置をろくに履行していない。日本政府が自ら約束した皇族措置を忠実に履行することが先だ。とコメントを発表。また、与党候補のイ・ジェミョン前キョンギ道知事は、強制動員被害者に謝罪すらしない日本が、強制徴用の現場を世界文化遺産に推薦しようとするのは深刻な歴史否定であり、被害者への侮辱だ。侵略と強制動員の歴史が世界遺産に美化されることは許されない。と SNS に投稿し、激しく反対しました。世論の支持を狙って政治関係者らが競うように日本への批判合戦を繰り広げれば、日韓関係がさらに悪化する可能性が高まります。そうなれば、ムン・ジェイン政権に代わって発足する新政権も、対日政策では国内世論に配慮しながら難しい舵取りを迫られるのではないでしょうか。
新政権に代わって関係は回復に向かっているという声もある中、新たな世界文化遺産登録に関しての問題が発生した日韓は今後、どの方向に向かっていくのでしょうか。皆さんの意見をぜひコメント欄でお聞かせください。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはリリーがお送りいたしました。